どんな身体技能でも、例えばバレエのピルエットや楽器の演奏や野球の投球でもマスターするには練習が必要だ。練習とは上達するという目標を持ってある行動を繰り返すことで、練習するとより簡単に素早く自信を持ってできるようになる。では練習によって物事が上達するのは脳内で何が起きるからなのだろう。脳は2種類の神経組織からできている。快白質と白質だ。快白質は脳内の情報を処理し、信号や感覚刺激を神経細胞に伝達するが、白質は大半が脂肪組織と神経繊維からできている。身体が動くためには情報が脳の快白質から脊髄を伝わり、軸索と呼ばれるチェーン状の神経繊維を通じて筋肉に伝達されなければならない。では練習や繰り返しは脳内の活動にどのような影響を及ぼすのだろうか。白質にある軸索はミエリンという脂質に覆われている。そしてこのミエリンの鞘状の覆いが練習によって変化するのだ。ミエリン鞘とは電気ケーブルの絶縁体に近いもの。脳が用いる電気信号を送る際のエネルギー損失を低減し、神経路に沿って信号がより効率よく伝達できるようにする。ネズミを対象とした最近の研究では、ある身体的動作を繰り返すと軸索を絶縁するミエリン鞘の層が分厚くなることが示唆されている。そして層が分厚くなればなるほど軸索の鎖を囲む絶縁が強くなり、一種の情報スーパーハイウェイが出来上がって、これが脳と筋肉を結ぶのだ。多くの運動選手や演奏家などは筋肉に覚えさせたおかげで成功したと考えているが、筋肉自体が記憶するということはない。正しくは神経路のミエリン化が進んだおかげで、その運動選手や演奏家がより早く効率的な神経路を味方につけたのかもしれない。多くの理論が試みているのが、ある技能をマスターするために必要な練習の時間や日数、あるいは年数を数量化することで、未だ明確な数値は見つかっていないが、練習時間さえ増やせばマスターできるわけではないのは周知の通り。練習の質や効果も重要だ。効果的な練習とは一貫性があり集中して行われ、その人の現在の能力ギリギリの内容や弱点に狙いを絞ったもののこと。では効果的な練習が上達の鍵だとすると、練習時間を最大限に生かすにはどうすればいいのだろう。こんなコツを試してみてほしい。目の前の課題に集中する。できる限り気が散らないようにパソコンやテレビを消し、携帯電話は機内モードに。260人の学生の学習風景を観察したある研究では、学生が課題を続けられた時間は平均してわずか6分だった。パソコンやスマートフォン、それから特に Facebook が最も気を散らせる原因だった。最初はゆっくりスローモーションでいこう。正確な動きも不正確な動きも筋肉の強調は繰り返しによって作られるのだ。質の良い反復練習のスピードを少しずつ上げていくことで正確にできる確率が上がる。次に一定期間を置いて何度も繰り返すことが一流の演奏家などに共通する練習習慣だ。研究によると、多くのトップ選手や音楽家、ダンサーは自分の技能に関する活動に週あたり50から60時間を費やしている。彼らの多くは効果的な練習のために使える時間を日常練習のメニューごとに時間制限を設けて区切っている。そして最後に詳細を鮮明に思い浮かべて脳内で練習しよう。驚くべきはいくつもの研究が一旦身体動作が確立したら、それを想像するだけでも強化できることを示唆している。ある研究では144名のバスケットボール選手を2グループに分けた。A グループは実際に体を動かして片手でのフリースローを練習し、B グループは頭の中だけで練習した。2週間の実験の最後にテストしてみると、両グループの中級、ベテランの選手はほぼ同じ程度に上達していたのだ。科学者が脳の秘密を解明していくにつれ、効果的な練習に関する理解も深まり続けることだろう。当面は効果的な練習こそが個人の限界を押し広げ、新たな高みへと連れ出し、可能性を最大限に引き出すベストな道なのだ。練習が脳に影響を与えるということが分かりました。では次に、楽器を演奏することが与える好影響についてはこちらの動画で、バイリンガルであることのメリットについてはこちらの動画で、それぞれご覧ください。